通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、安家問題の話題になります。現在ですね、アサシンクリードシャドウズに端を発したこの安家問題、かなりですね、ここから深刻な問題に発展しておりまして、日本でもね、かなり著名な方々がこの話題に参戦するようになりまして、ようやくね、火がついたなというような状況になっております。で、現在ですね、このトーマス・ロックリー氏、SNS をですね、全消しして逃亡しているんじゃないかと、そのようなことも言われていたりするんですが、なんとですね、現在もネットの記事を編集しているということが発覚しました。本日はこの安家問題の近況と、実際このトーマス・ロックリー氏がどのような記事をどのように編集しているのか、このあたりを詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学中のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。現在ですね、大変ね、巷を賑わせている安家問題。これがですね、黒人奴隷問題に発展したということもありまして、ここにですね、日本のね、著名な方、そして保守系メディアですね、続々と参加することになりまして、日本でもこの議論、本格的に火がついてきたなというような状況になっています。そんな中ですね、渦中のトーマス・ロックリー氏ですね、この方がですね、姿を消したんじゃないかというようなことも言われているんですが、そんな中、実はですね、まだ現在もネットの記事を編集していたんですね。で、その内容がですね、以前紹介しました UBI ソフトのポッドキャストですね。ここにかなり習っているようなものになっておりまして、本日はその内容ね、詳しく見ていきますが、その前にですね、この安家問題の近況ですね、いろいろ見ていきたいと思います。まずですね、こちら見えております、十黒木雄平さん、すごいお名前ですね。こちらの方がですね、浜田議員の秘書の方でいらっしゃるんですね。で、こちらがですね、鎌倉通信というこのね、十黒木さんの YouTube チャンネルとなっているようなんですが、ここでですね、現在の調査状況を報告してくれてます。で、それがね、まとまっているのがこちら、選挙 .com ですね。アサシンクリードシャドウズ、安家、トーマス・ロックリー氏の件に関して、今回はこちらの調査結果となります。調査というより、まずは一発目、ストレートに政府に見解を伺いましたので、その報告といった内容です。先に結論を申し上げますと、想定の範囲内の、残念な回答といったところでしょうか。ですが、まずは各省庁に問題点を認識してもらったことは前進かと思います。これで後々知りませんということはないですね。で、こちらですね、概要欄にリンク貼っておきますので、詳細はね、そちらご覧になってください。ざっくり言いますと、冒頭にもありました通り、このね、ゲームに関しては、ちょっとね、対応しかねますよと、そういったことだったんですね。ただ正直これに関しては、想定の範囲内ね、先ほどありましたが、ほんとその通りだと思います。皆さんもね、こういう回答が来るだろうと、想像してたんじゃないでしょうか。そしてね、やはりここですね、国立図書館への依頼。本件につきましては、多くの問題が考えられますが、重要なポイント、トーマス・ロックリー氏について、まずは、安家に関する一時情報と、トーマス・ロックリー氏の著書について、国会図書館への依頼をかけましたので、そちらも追ってブログにしたいと思います。ということでね、こちらね、参考としてありますが、あれ見てください、この動画見てくださいといった依頼は多いので、基本的に見ておりませんが、下記の動画は複数の方から連絡がありましたので確認いたしました。大変参考になりました。ありがとうございます。ということで、皆さんがお勧めしていただいたようで、当チャンネルの動画、前編後編見ていただいたということで、ここね、紹介してくれてます。そんな中ですよ、本日の本題になりますが、こちらね、おなじみランマイヤーさん、7月18日、つい先日です。このようなポストをするんですね。騒動下にブリタニカを編集した件、消化しきれません。ただスルーするわけにもいかないので、他の方のツイートを利用して追記したいと思います。そしてこちらですね。7月16日、ブリタニカの安家の項目が、ロックリー氏によって、正々堂々編集されました。これは Wikipedia のようなオンライン百科事典ですが、承認システムがあるために英語圏では Wikipedia よりも上等なソースとして扱われがちです。ということでこちらブリタニカ百科事典、現在はねオンラインになりますが、この概要をね Wikipedia で見ていきたいと思います。ブリタニカ百科事典は1768年に初版が発行された英語で書かれた百科事典である。110人のノーベル賞受賞者と5人のアメリカ合衆国大統領を含む4000人以上の寄稿者と1000人の編集者約100人によって書かれており、学術的に高い評価を受けている。日本語版はブリタニカ国際大百科事典の題名で刊行されている。ということでね、こちらがそのね、オンライン版のブリタニカとなるわけです。こちらにね、安家があるんですね。そして皆さん、ここね、ちょっと見てください。見えますか？誰に書かれていますか？いました。トーマス・ロックリーと、ここにね、顔を出していたんですね。なんと、このトーマス・ロックリーさん、この騒動の中、姿をね、消したと言われていましたが、実はですね、このブリタニカ、編集をしていました。で、これがですね、本当にやばいのは、見てください、ここ。ブリタニカの編集者によって、ファクトチェックされていますと、このように言われているんですよ。やばいでしょこれ。で、こちら安家の記事に関してはですね、ここにあるんですが、2022年がね最古の編集になっているんですね。ここね、新しい記事となっておりますので、この時にね誕生したのかもしれません。そしてそれがです
ですね、2024年7月16日に、はい、ここ見てください。この記事は専門家の委員によって変更されました。で、これを書いているのがここね、2人いるんですね。イーサン・ティーカー、トーマス・ロックリーと。で、ここにですね、訂正されたものがありまして、そもそもですね、ここも結構めちゃくちゃなんですが、ここね、ずっと下見ていきますと、今回ですね、追記された文というのがね、ここに表示されています。で、これをですね、今回編集したというこの2人がどういった分担で書いているのかというのはわからないんですが、少なくともですね、このトーマス・ロックリー氏が今回ですね、この記事を全て監修していると、全て見ているはずなんでね、その上で訂正追記しているはずですので、少なくともこの記事というのは全てトーマス・ロックリー氏が監修しているというのは言い過ぎではないんじゃないかなと思います。そうやって見ていくとですね、この内容の多くがUBI ソフトのね、ポッドキャストの内容、これに被っていくんですね。ヤスケはイエズス会の宣教師アレッサンドロ・バリニャーノの側近で、天下統一を成し遂げた戦国武将織田信長の側近となった。ヤスケは信長に気に入られ、少なくとも一度の戦いで信長のそばにいたことから、日本の歴史家の間では記録に残る最初の外国生まれの侍であるとされているが、これには異論もある。ね、日本の歴史家は彼のことを侍と言っているんだと。ただこれには異論もありますよということですね。で、これに関してはですね、こちら、つなぐ世界史でね、大変話題になりました。岡美代子さん、このように言っているんですね。戦国時代の侍の定義が曖昧であるというのは、日本史研究では一般的な認識のはずです。その上で、主と共に刀を持って最後まで戦ったのであれば、私は侍と言っていいと思います。課題に着手しなくても、あるがままの姿で、彼の存在は稀有だったと言ってあげたいです。資料屋の独り言ということで、東京大学のね、准教授が、このように言っていますので、少なくともこういう一面は実際あるんでしょうね。安家は10人分の力があり、物腰も良かったと報告されたが、信長はその肌の色を信用できず、家臣に安家を表せた。安家の肌の色が天然だと気づいた信長は、たまたま近くにいた息子3人を呼び、この驚異的な訪問者を歓迎する宴会を開き、最後に安家に多額の褒美を与えた。で、もともとはですね、この文、このように書かれていたんですね。信長は安家の肌が汚れていると考えたため、服を脱がされ、ゴシゴシと現れたというように書かれているんですが、これは削除されたようですね。そしてね、これは以前からあるんですが、安家の身長問題ですね。身長、6尺2寸、6フィート2インチ、1.88 メートルというように書かれていまして、この表記はですね、実はもともとあります。つまりこれに関してはですね、トーマス・ロックリー氏も確認しているということになるんですが、こちらですね、とあるブロガーの備忘録、仮さんですね。こちらがね、一次ソースになるんですが、これ家忠日記です。体は墨のよう、丈は6尺2分、名は安家という。ということで、身長はですね、6尺2分なんですね。これ約ね、182センチだそうです。ですので、大体ですね、180センチ以上と言われることが多いようですね。なんですが、こちら見てください。安家のですね、権威ですよ。ね、そしてブリタニカのファクトチェックが入っていると、こちらの百科事典では、6尺2分ではなくって、6尺2寸、ここね、寸って書いてあるの分かりますか？ 2 寸なんです。寸と部では全く違いますから、これだとですね、こちらにあります。188センチになってしまうんですね。つまり、6センチサバ読んでるんですよ。これはですね、海外で出されている記事どころか、日本でもね、それを逆輸入しているからでしょうか。安家の身長は188センチとする記事、非常にね、溢れておりまして、この記事ですら188センチと言っているんですが、これね、もう明確に違うでしょ。これは解釈云々の話じゃなくって、数字が違うので、もうファクトチェックも何もないわけですね。で、もっと言うとですね、以前お伝えしました UBI ソフトのポッドキャストですね。あの中では、このトーマス・ロックリー氏、口頭でこのように言っています。About 6'2" to 6'4" in imperial measurements, which is about 178 centimeters, I believe. ね、わかりますか？もう意味わからないでしょ。この中では自分でね、6フィート2インチ、これね、センチにすると188センチです。6フィート4インチだったら193センチですよ。そのように言っておきながら、178センチって言ってるんですよ、今度は。いや、100歩譲ってですよ。187センチの言い間違いだったとしても、こっちでは188センチって言ってますからね。いやー、だからね、この安家が大男だったという文脈を強調するために、6センチサバ読みした身長というのをルフしているのであれば、いや、これはね、ちょっと専門家を名乗っちゃまずいんじゃないのと思ってしまいますけどね。熱い188センチのこだわりに関する論考。そうなんですよね。日本語版ウィキも2013年に訂正されるまでは6尺2寸だったんです。ウィキも修正済み。世界で唯一の安家専門家がどうしてここに至って修正できないのか。ちなみに信長と安家、これは彼の日本語版の著書ですね。では、6尺2分イコール188センチと書いてありますと。つまり6尺2分と自分で言ってるにもかかわらず6センチここで明確に差は読んでるんですね。ちなみにね、これは本当にそう書いてあります。信長と安家読みましたからね。本当に6尺2分。安家の正確な身長は
約188センチと書いてあります。これ以前ね、プクタ、メディアによってね、結構違うこと言ってるんだ。このように言いましたが、分かっていただけました？こういうことです。適当なんですね。そしてね、例のものも出てきます。それまでアフリカ人を見たことがなかった地域の人々は驚いた。そしてね、ここすごいですよ。研究者のトーマス・ロックリー、この記事の著者は、はい。研究者のトーマス・ロックリー、この記事の著者は、当時の日本では、ブッダやその他の聖なる人物は、黒い肌の人物として描かれることが多かったため、神聖な訪問者として見ていたのではないかと推測している。安家は逃げる代わりに、信長の長男、信忠のもとへ急いだ。安家と残された織田勢は最後まで戦い抜いたが、その努力も虚しく、隣接する屋敷の屋根から容赦なく一斉射撃が浴びせられた。安家は光秀の家臣に捕らえられたが、光秀は安家を見て、獣のような言葉でそれを表現し、解放した。光秀は、安家は日本人ではないので、命は助けるべきだと示唆。信忠や他の敗れた侍のように、切腹する必要はないと言った。安家は光秀の家臣らに付き添われてイエズス会の教会へ行き、宣教師らは安家の救出を感謝したと伝えられている。これが安家に関する最後の記録である。そしてね、一番最後面白いですよ。ここ。アサシンクリードシャドウズ UBI ソフト2024年11月発売予定は、歴史的正確性に関する議論により大きな論争を引き起こしたということで、これをね、どちらが追記してるかはわかりませんが、この朝栗シャドウズについても言及されているというわけなんですね。はい、ということで本日はですね、大変な騒動の渦中にありますトーマス・ロックリー氏、ネットから姿を消したというように見られておりましたが、実際はその裏でですね、ブリタニカを編集していたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？先ほどのね、ランマイヤーズさんは、この他にもですね、このトーマス・ロックリー氏は、安家がね、容姿端麗だったと、このようなことも言っておりまして、6センチのサバ酔いとともに、ちょっとやっぱりね、映画化意識してるんじゃないのというようなことも言っていましてね、ちょっとね、納得してしまいましたが、なんとですね、こちらのブリタニカは、ファクトチェックがされているということでね、もう本当にどうしようもないなと思いますね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。